こんにちは。第2回です。今回はチャプター3から。キャラは、この直後参戦するチームダークからオメガを使います。計画を遂行するにはもっとレーサーが必要じゃ。そろそろ彼らにも参加してもらおうかの。ごきげんよう皆の者。世紀の天才科学者ドクター・エッグマン様の登場じゃ。エッグマン、やっぱりお前が黒幕だったんだな。やっぱりとはなんじゃ。やっぱりとはわしもお前さんたちと同じようにグランプリレースとやらを楽しみに来ただけじゃ。正々堂々と優勝しにな。本心はともかくエッグマンが堂々と勝負というのは珍しい。優勝だって。おいおい、レースって言っても早食い競争じゃないぜ。予想外のレーサーも集まったようですね。素晴らしい。では早速レースを始めよう。ボスがレースに出るなら僕らも準備しないとね。ヘルメットはどこにしまったかな。その頭にはまるヘルメットはないのでは。エッグポーンを連れてもうレースに向かったぞ。それはひどいよ。もう何年もボスとはチームを組んできたのに、なんで僕らじゃないんだよ。君はアクセルを踏む足がないじゃないか。足がないと他の乗り物も厳しいですよね。動力として合体するしかない。コースはフローズンジャンクヤード。新コースですね。狭めの通路と後半のダメージが入りやすい仕掛けに注意しましょう。劣化する場所も少しですがあります。よルージュ、お前シャドウとオメガのチームなんだってな。そうよ。彼らなら勝負には強そうだし、賞金が手に入る確率高そうなんだね。やっぱり金目当てか。まあいい。だがこのレース怪しいから気をつけろよ。私のこと心配してくれるんだ。紹介演出飛ばしてますが、また別のチームダーク使用時に入れます。最初の分岐は左側のアイテムがあるけど遠回り、右側は氷がありますがショートカットです。パワータイプならぶつかっても壊してリングを取れるので右に行く方がいいでしょう。ちなみにそれ以外のタイプでも普通に氷は回避可能ですが、パワーと比べて得られるものが少ないのでパワーが先行してたらついていくぐらいでいいです。コース中盤開始のカーブは外側に壁がないので注意。アルティメットブーストは使わないようにしたいですね。内側にはあるのでできる限り内側を走りましょう。その先は右側がシャッターです。周期で降りてくるので隙を見て通り抜けるか、無敵系のアイテム効果やアルティメットブーストで無理やり通れます。左は普通にジャンプ台がありますのでトリックで移動しましょう。デスエッグロボのレーザーは赤い線のところに飛んできます。3箇所ありますがどこに飛んでくるかはランダムです。リングに従って動くとレーザーの間を通って回避可能です。ジャンプしたら1周です。1周目に話せなかったことなんですが、最初の分岐通路を抜けた後左側に壊せる壁があります。パワータイプならそのままぶつかるだけで大丈夫です。一応他のタイプでもロケットやキューブをぶつけることでも破壊でき、最終手段で減速はしますが壁にぶつかれば無理やり入れます。最短経路となるのはこちらの道です。外側にはアイテムボックスがないのでアイテムを補修する場合も壁の中を通りましょう。特に遅れている時は意地でも壁側のルートを使いたいですね。その先のカーブの入り口も実は左右に分かれていますが右側の方が早いです。ただ本当にわずかな差でしかないので入りやすい方でいいと思います。味方がいる方とか敵の妨害がなさそうな方とかその時の状況次第でいいと思います。カーブを抜けた後の広場はジャンプ台の先にコンテナがあります。コンテナの中は通ることができます。少しの間ですがロケットとかによる攻撃を防げるかも。2つ目のジャンプ台の先のコンテナの上にインビンシブルがありますがかなり取りにくいです。一応この先のレーザーも防げるので持っていると役に立つ場面は多いです。アルティメットブーストが溜まっていますが
最初に話したようにカーブで使うのはやめましょう。今回は状況的に使いませんが、スタート地点直前から前半の通路は狭いため、自分がかなり遅れてる場合は狙い目だったりします。妨害を受けずに進み、相手に当たることでブーストを延長しつつカーブまで行けますからね。じゃあ先頭を走っている場合はどこで使うかというと、カーブを抜けた後ですね。ただ動画と同じタイミングだとちょっと早かった気がします。シャッターの直前ぐらいでいいでしょう。そうすれば先のレーザーも防げますし。1位じゃ、素晴らしい。見事じゃったぞ。どうしてエッグマンは直接レースに参加してきたんだろう。確かにな。ドドンパと組んで裏でコソコソするだけなら、このタイミングでレースに参加しなくてもいいはずだよな。これも何かの作戦なのかな。それともどっちかが予定外のことをしているとか。現時点じゃさっぱりだな。シャドウのやつなら何か知ってるんじゃないか。後で聞いてみようぜ。次はシャドウを使いましょう。このゲームにおいてはソニックと同等でスピードタイプとしてのトップスピードが最高となります。初代オールスターでは意外とバランス型でしたが、今となっては信じられませんね。やはりソニックと張り合えるのはシャドウだけということでしょうか。へい、お前がレースに興味があったなんて驚きだぜ。それとも何かまたエッグマン絡みか。ソニックがいなければレースする気もそんなになさそうですが、ソニックがいたら話は別でしょうね。だってソニック自体に勝ちたいのが第一ですから。その計画を止めに来ただけだ。なるほどね。まあお前らしいな。でも乗り気じゃないなら帰ってもいいぜ。エッグマンの悪巧みは俺が阻止してやるから安心しな。お前こそ僕の邪魔をする前にここから消えろ。相変わらず冷たい物言いだな。じゃあどっちがこの場にふさわしいかレースで勝負しようぜ。見えすいた挑発だがいいだろう。どちらが最速かレースで決着をつけるとしよう。どう？シャドウから何か情報を聞けた？挑発に乗ってしまったのはソニックの方だったようです。エッグマンが何か企んでいるらしいので止めに来たってことは聞けてましたが、報告を忘れています。なあ、その話か。そんなことより絶対奴に負けるわけにはいかないんだ。レースに集中しようぜ。さあ始めましょう。理解した。ああ。コースはピンボールハイウェイ、初代オールスターレーシングからの復刻コースですね。特に複雑な構造はしておらず、たまに非常に小さな左右分岐があるぐらいですね。左右どちらかに進むかは味方に合わせるといいでしょう。コース自体の解説はほとんどしなくていいので、ここでちょうど使っているスピードタイプの詳細解説といきましょう。スピードタイプはその名の通りスピードに特化したタイプ。ブーストが絡まない区間では最速で走ることができます。ステータスも意外と高いため思ったより使いやすいです。今までのタイプはタイプアクションごとにリングを入手できたりしていましたが、スピードタイプのタイプアクションでは入手することができません。代わりに非常に強力な効果を持っています。その名もラジアルバースト。ロケットやイーグルのような攻撃をブーストの衝撃波で防ぐことができます。あまり成功しませんが、感覚としては攻撃が来たらガードするというより前もってガード判定になるものを置いておくといった感じですね。より分かりやすい例えならキューブを後ろに投げて飛んできたイーグルを落とすイメージですかね。アラートが鳴ったら準備、リアカメラが無理でも2回目ぐらいの音で出すと成功しやすい気がします。まあオンラインの場合はラグとかもあるのでほぼ役に立ちませんが、覚えておくと便利なテクニックです。それ以外だと
一応近くにいる他のプレイヤーを吹き飛ばす効果もあるみたいですが、ほぼ効果がないように感じますので、あまり使えないと思います。アルティメットブーストが早期に溜まったので発動しました。狭いコースだとラインブーストも、ライバルテイクダウンも、タッチダッシュも結構狙いやすかったりします。溜まり次第、積極的に使いましょう。各タイプの説明もできましたので、ここでもう1個タイプ別に関係する要素を紹介します。それはアイテムです。実は、本作のアイテムは、タイプによって入手できるものが違います。ただし、抜け道としてアイテム転送を行った場合は、すべてのアイテムから抽選され入手できる場合があります。限定アイテムですが、正直どれも強さで言えば微妙だとは思います。その上に、時間式なため、アイテム欄の圧迫もします。ですが、使い方が適切なら、強力なものもありますが、アイテムの効果とかを全部説明する時間は、このレース中なさそうなので、まずは、アイテムの基礎的な話を。まず、このゲームのアイテムコトギスは、全14種類、入手条件が特殊なインビンシブルは、そもそも、リスクでもないし、当然除外しています。その中で、バーストがスピードタイプ限定、リズムがテクニックタイプ限定、ボイド、レーザー、スパイクの3つがパワー限定となります。この説明で分かったと思いますが、パワータイプだけが3種多く、非常に狙ったものが引きにくいです。ただし、パワータイプのアイテムに関しては、結構便利な効果を持っており、テクニックタイプのアイテムは、正直、ある程度ゲームに慣れたプレイヤーには、意味のない効果になっており、実質的な外れ枠です。スピードタイプは使いにくい方ですが、使い方次第では結構有用です。これ以上は尺が足りないので、レースの解説に戻りますが、序盤が後ろにいたこともあってか、2回目のアルティメットブーストで上がったものの、それでもチームアクションが決まって、3回目に突入できそうですね。アイテム転送で回していきましょう。溜まりましたが、まあ、これだけ距離が空いていれば、攻撃が来るまで待つ必要はないと思うので、すぐに使ってしまいます。CPU は、よくわからないタイミングで使用するので、それで持続時間が減ってしまうリスクも考えたら、もうここで使っていいでしょう。あ、まあもうゴール目前なので、仮に抜かされ始めても、1位から3位に2名以上でゴールすれば勝てますから、気にせず行きましょう。よくやった。ドクターの計画を止めるには今回も協力するしかないようだな。へっ、俺たちの決着はまだこれからつけるとして、今回ぶち壊さなきゃいけないのはエッグマンだけじゃないみたいだぜ。ドドンパというやつか。やつは一体何者なんだ。だがルージュなら普通に相手の身元突き止めるとかできそうなんですが、ドドンパについては調べなかったんですかね。あくまでもいるのは知らずにエッグマンを追ってきただけなんでしょうか。次はミッションコースとなるので、会話以外は省略します。実行段階に移せそうじゃな。さて、本当にそのアルティメットパワーエンジンとやらはそこまで万能なんじゃろうな。もちろん気に入ると思うぞ。ほうほう、それは楽しみじゃわい。あれはエッグマンとドドンパ。みんな、やはりエッグマンとドドンパは組んでいやがったんだ。何やら裏でこそこそ話し合ってるのを見たぜ。やっぱり僕の予想が当たったね。でも今はソニックとシャドウが取り込み中で。たく、あの二人はなんでいつもこうなんだ。もうシルバーが主人公でよくないですか。シャドウのやつに俺が最速だってことを思い知らせてやる。さっきも言いかけたが、ドドンパとエッグマンの二人がエンジンがどうのこうの言っていたようだったぞ。このレースマシーンに使われてるエンジンのことじゃない？もしかしたらヤバいエンジンなのかも。全部が全部とは言いませんが、今までの冒険でもハウスドライブに動物、カオスエメラルドとヤバい動力がないと動かないエンジンしか見てきませんでしたよね。オーケー、何はともあれ、まずはレースだな。レース。さて、シャドウのやつめ、
見てろよ。絶対に話を聞いていないであろうソニック。次もグランプリのため省略します。私が参加したのが運の尽きね。ねえシャドウ、ソニックとの意地の張り合いも終わったことだし、そろそろ本題に話を戻さない？まだ終わってないぜ。あんたたちね。はあ、とにかく話を戻すわよ。ドドンパは信用できない。そこまではいい？シルバーの話じゃ、ドドンパとエッグマンは何かを共謀してこそこそ動いてるらしいわ。さて、どうしたものかしらね。説明しないことで、ついにオメガにも敵認定されるドドンパ。これは、一番相手にしてはいけない存在ですね。排除って何？排除はちょっと乱暴じゃお。みんなもっと仲良くするじゃお。レースは楽しいよね。カエルくんも一緒に連れてくればよかったな。みんななんでドドンパさんを悪く言うのかな。こんなにかっこいいマシンを用意してくれたのに。ビッグの気持ちもわかるけど、いいものをくれるからっていい人とは限らないのよ。例えばエッグマンがクッキーをくれても食べないでしょ。そんなもの怪しいに決まってるから。エッグマンが海外側メインで脚本が不安定なだけだとは思うんですが、ビッグってこんなに話がわからないキャラでしたっけ？まあ、ビッグはそもそもあんまり出番ないけど、クロスワールドだとビッグがどんな感じに設定されてるか非常に楽しみですね。例えばっていう名前のクッキーなの？僕よくわかんないよ。わかったわビッグ。後でクッキー買ってあげる。次のレースも一度やったフローズンジャンクヤードなので、レース省略です。楽しくなってきたの。諸君、大変面白い試合をありがとう。レースを通じて得た情報に我が輩は大変満足しておる。情報？やはり私たちを利用していたということか。利用？そうじゃったかな。ああ、よい。重要なのは諸君らが最後までレースを勝ち抜けるかということ。さあ、さらに過酷なレースを用意したぞ。貴様、私を怒らせたいようだな。敵が増えてるのにこの余裕、やはり時空を超える技術力もあってか圧倒的強者感がありますね。レースの勝者は一人。その名はドクターエッグマン様じゃ。いつまでも諦めないのは付き合いの長いソニックが一番分かってるんじゃないですかね。わしは負けたつもりはないぞ。今回は1位じゃなかっただけじゃ。ですねボス、1位じゃなかったということは、つまり1位の人に対しては負けたってことを意味し。分かっとるわ、黙れ。遊びはしまいじゃ。次は本気でやってやるぞい。次も特殊ミッションなのでレースを省略します。こうなったらどんな手を使ってでも勝ってやるわい。もう手段は選ばん。ソニックどもめ、調子に乗りよって。こうなったら手段は選ばん。大量のエッグポーンで貴様らを妨害してやる。それは面白い試みじゃな。レーサーたちがどう切り抜けるか楽しみじゃ。エッグポーン排除する。そんなもので僕の行く手を阻むと愚かな。ヘイシャドウ、
これだけ戦力あったらエッグポーンをオメガにでも任せてその間に問い詰めれば解決では。兵隊がどれほど役立つのかいいものじゃの。エッグポーン排除完了。だけど今ので最後だとは思えないね。その通りじゃよ、小木つねちゃん。わしの技術力をなめてもらっちゃ困る。ターゲット追加。エッグマンのロボットすべて排除。次はおもちゃを使います。クロスワールドを含めてレースシリーズでは実況やレース進行を務めてくれる立場ですが、この作品ではドドンパがその役割のためついに参戦。実はソニックアドベンチャー2のドリームキャスト版限定でレーサーとなっており、それ以外とある意味ファンには嬉しい復活だったりします。まあクリーム差し置いて出すべきだったかは微妙ですが。ドドンパによるテレメトリーシステムへの電波信号を検知したじゃお。テレメトリーシステム？なんだそりゃ。僕たちのこれまでのレース情報じゃお。走行中のマシンデータをモニタリングできる大事な情報じゃお。ドドンパはどこか別のところにこれまでのレース情報を送っているみたいじゃお。送信先はエッグマンってところかしら。よし。送ったデータを悪用している証拠はないのでちょっと早とちりですね。まあ同意なしでデータ取るってのも十分トラブルの原因だと思いますけど。短期ね。ちょっとは落ち着きなさいよ。あ？こんな状況で落ち着いてられっかよ。コースはビンゴパーティー初代オールスターレーシングからの復刻コースですね。カジノシリーズ特有の狭い通路、ホエールラグーンと同じく左右から走ってくるレーサーが交差する道があるので、とにかく相手の攻撃に注意。俺たちのチームワークでまとめてぶっ飛ばしてやるぜ。ジャンプ台の後、右側にエッグポーンがいます。道の外れの方なのでそんなに気にしなくていいですが、攻撃アイテム、防御アイテムを使うかパワータイプでしか対処できないので注意。今後ろでチャージ中よ。分岐は右の青が若干早いみたいですが、本当にわずかな差でしかないため、まあ味方の位置に合わせるとか操作ミスしない方でいいです。交差点は別方向から来るので押し込まれないように注意。逆に自分がパワータイプの時は押し込んで事故らせるチャンスかも。数字の浮いている通路を抜けた後の広場は中央がスムーズな代わりにアイテム主左か右に寄り道するとアイテムボックスがあるので状況に応じて判断してください。このコースにおけるアルティメットブーストの使用推奨ポイントですが、基本的にどこでも大丈夫です。理由としてはほぼ直線上の通路が多いので、相手に攻撃する目的でも速度を落とさず走る意味でも無駄にならないので、ただしジャンプ台だけはめったにないものの斜めに飛んでしまうとそのままコースアウトの可能性があるので一応注意した方がいいです。自分が使う場所よりも気をつけたいのは相手からぶつけられないように注意することでしょうかね。狭い通路で回避が難しいし交差点でもぶつかる可能性があります。警告が出たら後ろをよく見ましょう。リードしている場合は防御目的で使うのも全然ありですね。追い上げてきていますが、とりあえずメンバー全体はそんなに遅れておらず、2位のチームダークはシャドウだけがトップに出ている状況ですので様子見します。そんなわけでもう3周目、オーシャンビューやホエールラグーンの時も思ったんですが、旧作コースはやっぱり短いですね。旧コース全般に言えるのですが、短い以外にもダートゾーンが少なかったり、原作と比べてジャンプできる場所が減っていたりでシンプルになりすぎているほか、一部の特性や操作の出番がないのが極端すぎてちょっと物足りないですね。もう少しアレンジしてくれてもよかったと思います。タイプ別の能力の活躍の場がほぼないので、単純にこのゲームの良さが一つ減ってしまっている気がしますね。流用が悪いというわけではなく、トランスフォームドでも流用はあったのですが、あちらはたったの4コースで気分転換程度に遊べるものだったのを考えると、今作は流用が多いのでどうしても気になりますね。ライトニングが来ましたが、最下位のチームからの場合は対象がそれより上の全員なので問題なく抜けられます。自身が
復帰の早いステータスなのも助かりました。ねえ、どうしてみんなはドドンパさんが僕たちの情報をエッグマンに教えてるって思うの？確かに送信先がエッグマンって確証はないけど、ここまで怪しかったら問い詰めるには十分だと思うよ。本当にそうなのかな。これより後の作品ですが、ビッグはシャドウジェネレーションズだとジェラルドやマリアの抱えてる問題を少し話したり、遠くから見て見抜いてたりして、人を見る目はかなり良かったりします。元気かな。次はブレイズを使います。ソニックと比べてもトップスピードは落ちないのに、ブーストとアクセルが両方そこそこ高いと優秀です。ハンドリングも低めとはいえ、使いにくいほどではありません。やっぱり僕、ドドンパさんは悪い人じゃないと思うんだ。お前の気持ちもわかるが、あいつはエッグマンの仲間なんだ。ほら、同じヒゲしてるだろ。あれは悪者のヒゲなんだぜ。本当だ。でもドドンパさんはウィスプたちと一緒にお仕事をしてるでしょ。ウィスプたちも悪い人のお手伝いはしないんじゃないかな。確かにこれは正論ですね。ウィスプはエッグマンには協力しません。レース中使われてるって、あれはまあレースという競技の中だから仕方なくやっているだけですよ。さすがにそこは空気を読んでいるのでしょう。でしょう。カエルくんもドドンパさんを気に入ると思うよ。コースはルーズハウス、ギミック満載となっており、各タイプの見せ場がしっかりあるコースとなっています。何を使うかによって推奨されるルートが変わってきます。次のレースこそわしがいただきじゃ。早速スタート直後、色が濃い地面の上はダート、墓石はパワータイプだけで壊せます。建物に入ったら少し進んだ後、右に曲がりますが、右側は壁がないので落下に注意。それ以降は必ず壁があるので、変な角度でジャンプ台を飛ぶとかしない限りは絶対に落下しません。この先壺がありますが、これもパワータイプなので破壊可能です。まあ、道は広いので、普通に避けるのも簡単でしょう。段差から飛んだ場合は、トリックで加速のチャンス。左右は普通にダッシュプレートがあるので、そっちからでもそれなりに加速します。次の部屋ですが、ブーが浮いているレーンは、一定時間後に壁ができるので注意。ぶつかっても通り抜けられますが、ダメージを受けて減速します。アルティメットブーストやタッチダッシュの無敵時間なら通り抜けることは可能です。曲がった後は、柱の位置が左右から中央に変わるので、位置取りに注意。最後の部屋ですが、右側と左側どちらに行っても斧が振り下ろされていますので、タイミングには注意。左側の方が遠回りですが、斧が少ないです。それ以外にもダートが多いので、走る位置にも注意。テクニックタイプだと安心して抜けられますね。ワープしてスタート地点に戻ります。この構造のおかげで、イーグルのような追尾アイテムはワープゲートを通れないので、ラストに逃げ切ることができるかもしれないのがこのコースならではですね。最初に、タイプ別に活躍の場があると話しましたが、パワータイプがいまいちのように思いましたか？実は、まだ入っていない道があります。それは、ブーの広場の途中で入ることができます。ベクターが結構後ろにいるので、順位を押し上げるために、アルティメットブーストはすぐに使います。先ほど話した別のルートは、3つ目の白線を越えた後に、左に曲がってみましょう。こちらも壺がありますが、壺を壊さなくても簡単に通れます。パワータイプの場合は、普通に拾ったリングに加えて、壺でさらに稼ぐことも可能。出口のジャンプ台の中央から飛べれば、インビンシブルが取れて、この先の斧を無効化もできます。今回はなかったですね。ここで大事な話なんですが、インビンシブルは、
通常のアイテムと違い、再配置されるまでの時間がとても長いです。おそらく、10位以下の誰かが1周目に取ってしまって、再配置に間に合わなかったのでしょう。これは、結構覚えておくのが大事で、余裕があれば、マップを見て、そっちのルートに行ったか判断できると無駄がありません。アルティメットブーストの使用推奨ポイントですが、個人的には最後の部屋ですかね。一応全体通して、落下の危険性がある場所はほぼないので、どこでも恩恵は受けられると思うのですが、最後の部屋は、ダートとダメージの仕掛けが多いので、より安全に抜けられます。通路も直線上なので、速度は出やすいですが、ダッシュパネルが多いので、あまりおすすめしません。タイプのおすすめは、ダートゾーンを気にせずに走りたいなら、テクニックタイプですかね。難しい場所である、最後の部屋を安全に走れます。ブーストしやすいギミックの多さと障害物があることから、パワーもおすすめですね。スピードは、特殊能力がないのはいつものことですが、道が広く、直線に移動する機会が多いので、自然と速度を高く保てます。結局どれも悪くはないですね。アルティメットブーストが溜まっており、クエイクが来たのでちょうど回避しつつ、ダートも抜けてしまいましょう。これで1位は狙いですね。1位じゃ、素晴らしい。見事じゃったぞ。よくやったぞお前ら。ズルしてるくせに負けちゃうなんて、ほんとエッグマンの運転は下手くそね。ズルってのは、多分エッグポーンを連れてることについてでしょう。下手と言っても、本編を見るに、普通にマシンの操縦技術は高そうなんですがね。次のレースはグランプリなので省略します。とっておきはここぞという時に出すものじゃ。なぜじゃ、なぜ勝てん。わしの腕が悪いのか。いや、そんなはずはない。このマシンが悪いのじゃ。そうに決まっとる。エッグマンのマシンは自作だったはず。それなのに、マシンのせいにしたら、自分の技術力不足を認めてるだけでは。自己弁護のつもりか。黙っとれ。じゃが、こんなこともあろうかと、わしの乗るマシンよりはるかに優れた最強最速マシンを用意しておるのじゃ。見よ、その名もフォーミュラー M。 あとはマシンにふさわしいレーサーを選ぼうと思うんじゃが、どうもオーボット、お前さんの意見を聞いてやろう。先ほど黙れとご命令されましたけど、もう喋っても良いのですか？いや、黙っとけ。実のところもうレーサーは決めておるからの。さあ、次のレースこそ本番じゃ。楽しみにしとれよ。ねえ、みんな聞いた？次はメタルソニックが参戦してくるみたいよ。ますます危険なレースになってきたわね。意地悪なロボットか。僕、怖いな。ビッグと面識あったっけと思った人はヒーローズ参照です。あいつ相変わらず俺より速いと思ってるみたいだぜ。もちろんソニック作品にもよるのですが、ソニックはメタルを決して甘く見ることはない印象が強いですね。クロスワールドだとどのようなやり取りになるのか非常に気になっています。なんだか胸騒ぎがする。このパート最後のレースですね。キャラはルージュを使います。これでほとんどのキャラを使い終わりましたね。後回しになっているウィッグと敵側専用キャラは次回からまた紹介しますが、全コース数に対してキャラの方が少ないので、以降同じキャラが出ることもあるのをご理解ください。険しい顔してるけど、どうした？俺に勝てなくて悩んでるのか？いや、そうじゃない。少し気になることがあるんだ。なんだよ、ドドンパとエッグマンのことか？そんなこと悩んだって仕方ないだろう。それより久しぶりに会ったんだ。今レースを楽しもうぜ。ドドンパとエッグマンのこともそうなんだが、他にも少し気になることがあるんだ。なんて言えばいいのかな。あソニック、あんたは気にならないか？なんというか久々に会った友達を周回遅れにしちゃうかもしれないって心配とかか？いや、あんたに聞いた俺がバカだったよ。おいおい、ちょっとしたジョークじゃないか。
なに、こんだけのメンバーが揃ってるんだ。何が起きたって俺たちならなんとかなるさ。なら、シャドウたちにエッグマンは任せればと言いたいのですが、エッグマン自体との付き合いも長いしで、自分がやらなきゃ気が済まないんでしょうね。コースは、ホーンテッドキャッスル、スパゴニアの不思議空間が舞台です。壁のない道や、ダメージ系の仕掛けの多さに注意。ある区間ではダートもあるので、テクニックタイプは走りやすいかも。今レースを楽しもうぜ。確かに悩んでいても仕方ないか。ここのセリフは、設定に忠実で凝ってますよね。言葉は、違えど、悩んでも仕方ないと、もともとは、別の人物に向けたアドバイスをシルバーに送った上に、楽しもうぜ。時間の修正で亡くなったことをソニックは覚えていて、シルバーは当然なかったことにされているという。でも、こうなると、シルバーがソニックと会った経緯が謎ですね。一応、ライバルズの1では、シルバーは未来から来た存在ですが、あちらでも、ソニックと真っ先に戦ってたし、そんな記憶がないと見ると謎ですね。左に曲がるところから壁がないので注意。特にパワータイプに押し負けると落とされやすいです。ジャンプ台から飛び出すときは、中央あたりに向かって飛びましょう。飛んだ先も壁がないので、あまり横に寄せると危険です。ドリフトを構えながら飛ぶと、着地後もドリフトが継続するので、うまく使いましょう。2回目のジャンプの後は、右にアイテムボックスがありますが、時計の針が動いており、ぶつかると減速します。前もって右を見ておきましょう。道中歯車があるので、よく見て潰されないように抜けましょう。途中ある分岐はすぐに合流するので、どちらでもいいです。左側の隙間でアイテムボックスを取れます。右に曲がった後、正面にひびの入った壁があります。パワータイプで体当たりか、アイテムをぶつけて壊しましょう。そうすると、リングが大量にある部屋を通りつつ、先のエリアの後半に出られます。緑色の水の上はダート扱いです。テクニックタイプはそのまま通れますが、他のタイプで陸路を行くと、左右から水が出てきて押し出されて、ここに入ることも、まあ、すぐに戻れるので大丈夫です。最後の通路は、ブーズハウスでも似た斧の仕掛けがありますが、今回は、左右交互に移動すれば無傷で抜けることができます。これで、一周、とりあえずチームメンバーが残ることが最優先ですので、アルティメットブーストで味方を引き上げます。こっちは、圧勝、オメガとシャドウは、近い位置を走っていてくれているため、ゲージを貯めてもう一度ブーストできれば、全員上位を独占できそうですね。厳しい展開と思いきや、まさかのオメガからの支援でした。味方が出した時ぐらい、チームアクションみたいに文字で知らせてくれればいいのに。このコースのアルティメットブースト推奨ポイントですが、序盤のジャンプ地帯は、劣化で、即解除の恐れがあるのでやめておきましょう。障害物を気にせず走るという意味なら、今いるあたりが最適で、この動画でもやったように、ゴール前の斧地帯も結構使いやすいです。壁がない場所はわずかなので、そこだけやめておけば、割と効果は大きいです。今回は、遠回りのルートにしてみますが、見ての通り結構長いです。テクニックタイプならまだしも、これをパワータイプとかで、来るには無謀に近いですね。斧よけですが、見ての通り、軽く左右に動くだけで、大丈夫、安定して抜けられます。3周目突入、6位未満がリタイアとなるため、オメガには6位で踏ん張ってほしいところ、とりあえずアイテムを送り続けましょう。このコースのタイプのおすすめですが、最初に話したように、テクニックタイプが事故にも強く、曲がりやすいので、序盤のカーブを安定して抜けられます。他のタイプも走れますが、パワータイプは壁を壊すしか役目がなく、CPU も結構な頻度で壁を壊すので、正直いなくても問題はないです。スピードタイプは、またしても平均的に活躍できますね。ゴール前や中盤は、直線上の移動も長いので、悪くないかもしれません。では、今回は、ここまで、ちょっと長いですが、これで、ストーリーとしても、コースの数としても、全体のちょうど半分です。残りもサクサクと進めてしまいますので、ぜひ、一緒に軽くおさらいしてしまいましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。クロスワールドでも色々攻略をやっていきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。そろそろ終わりそうですが、微妙にゲージが溜まりませんね。これだと後ろ2人は上がってくるのが難しいかも。まあ、他のチームメンバーが1人しかいない時点で勝ちは確定なんですが。結局溜まることなく終わっちゃいましたね。中盤インビンシブル使わない方が良かったかな。
みんなさすがね。よくやったな。いいレースだったぞ。よくやったと言っているのだ、シルバー。シルバー10位で脱落してたから素直に喜べないんじゃないかな。ありがとう。それではまた次回お会いしましょう。